よろしくお願いします。はーい。おー、でけ。はい。みーちゃんおめでとう。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、春ライブの制作担当みんなのアイドルのついろまつりでーす。よろしくお願いします。お願いします。あまりにも多分その文言を言い過ぎてて、すごい今まっすぐだったよ。でも言い慣れすぎて言い慣れすぎてる感じがすごいね。かもしれないね。棒読みちゃんぐらいな感じだったよ。おライブだな。久しぶり。久しぶり治ったか。いや、まあ、9割ぐらい治ったぐらい。あ、すごい。もうちょい。じゃあ一緒にカラオケ行って潰そう。なんでテキーラ飲みながら暴カラオケ力して。的な発言してきたら早速5周年で。やっぱ5周年めでたいからあそろそろさ、やっぱもうこんだけやってたらだんだん日常になってくるわけやん、日々が。あ。まあね。だからちょっと改めて心を入れ替えて洗礼を受けてもらわないとさ。なんか嫌なことあった活動で。ないけどないか刺激がない刺最近。激飽きてるもん、もしかして全てに。破壊衝動出てるじゃん。だってこっちはさ、うん。もう6周年迎えて6年あ、半6か。ですよ。6はい年半もやってたら、うん。なんか落ち着いてきちゃうじゃん。闇の波動来てんのじゃあ。闇色祭りになってる。炎上もしてないし。炎上したいんだ。いや、したくないよ。どういうことだしたくないけど、うん。なんかそういう刺激がないなみたいなやめてね。気をつけてね、本当に。感じだから、後輩の一人の喉くらい潰しておこうかな。潰れてた人の喉潰したら炎上するで。そうかも。炎上しちゃうか。パワハラで炎上するで。そうかも。うん。よくないよやめと。きます。最近どうなんですか？忙しそうですけどね。最近忙しいけど、まだなんで忙しいか言えないんだよ、表でさ。ああ、よくあるやつだね。出てないから。そう。そうなの。いやでも表でまある情報でも忙しそうだけどね。本当？なんかそうかなメガなんとかとかいう。そう、あるよね来月ライブあって12日になんかそれのダンスレッスンとか虹さん全部言いますみたいなやつ。そうなの。なんかいろんなダンスレッスンがいっぱいあるんだよね。あ、ダンス系が忙しいのか。そうなの。まあ確かに一発でじゃあはい来ましたできますって感じじゃないもんな、ダンスって。じゃない入れ準備てだなちゃんと覚えてってやらないといけないからそうなんだよな。大変なんだよね。そうじゃあ全まあでも然マンネリじゃないじゃん。そうかも。マンネリじゃないかも。なんだったら今年が一番今まででさ、なんかこの忙しいダンス系で言うと忙しいかもね。そうだよね。水星さんのやつとかでもダンスの企画とかしてたよね。そうあとまだ言えないのがもう一個だけあって実は。ほう気をつけて。アーカイブなくなっちゃうから。そうだよね。切らなきゃいけなくなるし、そこだけ。そうだけどまあすいません、まつりさんが言っちゃったんで、切ってくださいって言うちゃうから。盛りだくさんなんでね。いいっすね。じゃあ、あとあれ、お願いしていいですか？第一印象、今更ですけど。もう覚えてないいつでしたっけ？マジで覚えてないよ。ちょっと待って、思い出すわ。だってでもデビューの時、でも祭り、歌マジ聞いて衝撃を受けて、本本当にりっちゃんの歌大好きな、なんかあんまり男の人の歌を聞いてこなかったのよ。今までやっぱ推しってなったら女の子のアイドルさんとかをよく聞いてたし、なんか VTuber の歌ってみたももう女の子ばっかりだったんだけど、りっちゃんの歌は初めて男の人でうわいいなって思って。マジっすか？そうでずっと聞いてて、引っ越しの時とかもずっとさ、煮詰め詰める時とかもずっと聞いてたのよ。それ去年言ってくれてたもんね、しかも。そうってことはガチだね。ガチで本当にね歌がうめえなっていうのが第一印象で、まあそこは変わらずだけどね、歌うまいなっていうのと、直して早く。なかなかこんなさ歌うまい VTuber さんいないしな。そうなんかな。でもまだ見る化け物はいるで、多分。本当？あと顔がいい。顔はね、美しく作ってもらって。第一印象じゃないけど、新衣装のセンスいいなっていつも思う。任してもうデータホロロイドだから、もうみんなが好きな服の要素を
あらゆる角度から調べてそういうことなんだ。データを収集してるからそうなんだ。収集した上で自分でアウトプットした結果がこれだから。あ、めっちゃセンスいいよ。本当？本当に、うん、よかったよかった。あれだね、 VTuber のうん中でも本当に衣装センスめっちゃあるなって思う。トップクラスに。来たこれ褒めるやん、そうね珍しく。まあ記念だからね。あ、なるほどね。明日からはないから。あ、そうか地獄みてえなそうか、うん忙しいな、潰したろかいって言うたりそんな感じですね。いやでもそうそうそう、音楽系でももうちょっとまたやりましょうよ。まあ誘ってもらってまた止まっちゃってたやつがあるし。あ、そうだよ。そうそう。撮ろう。撮らなきゃ。あと、うん。なんか呼んでよ。うん、VTuber 歌唱はちょっと無理だから。いや、出てよ。いいっすか？いや、全然だって、逆になんかいろんな人いますからね。じゃあ呼んでもらおう。なんか、でもなんだろうな、逆にっていう言い方あれだけど、うん。点数って何でつくか分かんないからさ。点数ね、取るの結構得意なんよ、実は。そうそう、だからそういうのもあるのよ。そっか。だから、分かんないんだよね、うんこれ。点数取りに行くわ。点数取りに行くわだって。あれ別に歌詞間違えても音程合ってたらさ、いいんでしょ？ああ全部ニャーで歌ってもいいんでしょ？あ、全然にゃ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 なんだっけ、鬼レンチャンのホイケンタさんのみたいなことして大丈夫だよ。大丈夫よ。めっちゃ細い声でな。そうそう、うーんとか言っても、ってそれはそれでおもろいんで。じゃあなんかまた、そう、モノマネしても大丈夫だし。誘ってください。その企画、いまあいろんな企画ちちょっと考えるんで、うん。またまたやりましょう。ありがとうございます、わざわざ来ていただき。うん、また遊んでね。うん遊びましょうおめでとう。はい、ありがとう。バイバイじゃあまた。はーい。じゃあ、改めて、まつり先輩ですね。先輩ですからね、一応ね。一応ってなんだろうね。はい。最近、誘ってもらったやつとかもね、撮れてなくて、まあ、喉があれだからさ、そこら辺もありつつ、いろいろできたらいいなと。まあ、来てくださるのは優しいなと。今だってなんか企画やってなかったっけ ?7 時から。忙しそうだったけどね。ありがたいっすね。ということで次続きまして。ちょっと待ってくださいね。結構来てくださってるんで。よいしょ。まあ、なんか前絡んだ人が来てくれるんでいいっすね。あ、よろしくお願いします。はい、ハローボあ、自己紹介お願いします。ー。オッケー。オッケー。ハローボーフルライブズルキセバーチャルロボットのロボコだよー。よろしくお願いします。めっいちやー、おめでとゃ久しぶりっすね。大丈夫？元気だった？元気だ。なんかすごい心配してきてくれるんですよ、ロボコ先輩は。元気だった喉大丈夫かっていうね。今喉大丈夫？今はね、90% ぐらいですかね。あ、90%あと10なぐい埋からなかいい。めたいなっていう。あと10ね。あともうちょい10だ。なかなか10が。ロボつながりです。イエス。点描とかもね、やらせていただね、き。めっちゃ懐かしいっすね。あれ、いつですか？あれ多分相当前ですよ。だって、りくくん5周年でしょ？そう。結構だって僕たちあれ、初期の頃2に年目とかかな。やらせていただいたので、そうですね。あれ、ちょっと裏話なんですけど、はいはいはい。2020年、もう2年どころじゃない。一回、2020年古っ !4 年前2020年。えぐ、やっぱそんぐらいか。うんうん。あれ、一回俺全部撮って、はいはいはい。ロボコさんの歌を聴いて、全部撮り直しましたね。そうだったの？なんか、ちょっと俺強すぎるなと思っちゃって。ああ。声の圧が。圧のバランスを調整してくれたんだ。柔らかい方が絶対いいなと思って。わ、すごい優しい。それをやった方がいい感じになるかなと思って。うわ、でもめっちゃいい感じだったよ。ふわっとさせて、絶対これを邪魔したくねえ、生かしてと思って。うわ、ありがたいね。直接言ったの初めてだけど今。うん、それを今僕初めて知った。思い出した全部撮り直してたの知らなかった。いや、なんかこれもったいないなと思って。
せっかくだからね。そうだってそんなにたくさんある機会じゃないだろうし誘っていただいたわけで、うんうんうんそれをなんかね、なんかめっちゃパンチあってもうムキムキな感じで歌ったらじゃないなって思っちゃうんで天平ムキムキすぎるのなかなかないけどね。天平でもなんか原曲がミセスの人だから結構強めでそうはあったから、強いっすね。でもはいはいはい。強すぎるとなんかなっていうのが自分の中であって、うんうんうん曲がすごい繊細な感じがしたから、そうですね。これうん繊細な感じだった。そこを生かしたくていや、ナやっイスた。記憶はあるっすね。ナイスリテイク。あと結構ありがたいいろいろロボさんはなんか一緒にやってくださることが多かったなっていうか、ポケモンとかもね、あ、やりましたね。あれかなり初期じゃないですかうん、だいぶ初め。ね。でも、うんマジで最近、はい。絡み接点がなかったから、うんすごい久々ですよ。本当に。そう全く接点はないんですけど、絶対になんか具合悪いと大丈夫ですかって言ってきてくれるんですよ。いや、やっぱね、心配になっちゃう、みんやな。っぱり不安になっちゃう。やっぱロうんボ的には見過ごせないと。いや、見過ごせない。でも、え今回のうん突待ちの誘い来た時に、はい。僕、初め勘違いしてて、は突待ちのやつじゃなくて、なんか、家の猫のご飯何フードあげてるっていうコメン全然トが、関係ないじゃん。なんか、来てると思って、はあなんか、今家で何使ってたかなって言って、写真撮って送ろうとしたら、昔のチャットだったってことに気づいて、はい。いつのそれないけどな。そんなんありますあった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 わあれはあったでしょ。あったわ。そう、これがなんか一番トップ画面に来てて、はいはい。猫の質問、猫今何使ってるかなって思って、その写真を送ってから、あ、トツだったわって思って、行きますってそういうことなんだ。俺、言って。うん。一回その画像が貼られて消されたのを見て、って思って、見られてたんだ。たのかなって見られ思ってたんだ。たんだけど、そういう経緯があったんですね。そう、全然、リ俺違うク君のた人にめに、貼ってんだと思ったわ。ちゃんと猫のね、使ってる餌の写真送ったんだよ。あ、そういうことか。そう、一旦送っても違うやんと思って。なんでやんって。でもちゃんとすれ違った上で内容は伝わったんですね。そう、伝わったよの。よかったって。も一応ちゃんと一番上の更新したからね。そう。これか、めっちゃ前にある。2020年に聞いてるなんか、なんかそれがトップに出てきたんですよ、何か僕の。何を食べてんのみたいな。そう、しかもあったちゃんと変わってる、この時の猫のフードから。あ、進化してるんだ、ちゃんと。そりゃそうだよね。ちゃんと進化してた子猫からだから。そう。子猫何歳ですか、今。今、子猫3歳、4歳かな。あー、じゃあ結構ちゃんと落ち着いてる頃か。そう。やんブクちゃ期を終えて。ブク太ってます。あ、太ってんのか。うん。なる大ほどねきくなって。きてる。一回ママに預けたんだけど、ママに預けると太るんだよね、猫。あ、なんか、孫を可愛がるおばあちゃんみたいな感じで、そう。あげすぎるかも。そう、イメージママすごいおやつちゃんとあげるの。あうんー。しかも、それを分かってて、よこせよこせ言い出すんだよな。そうなんだよ。僕はそんな甘くないからね。まあ、その普段からちゃんと飼ってる飼い主的にはそこまでなんないんだけど、健康と考えると。そう、たまに行く人はそうなるな、確かに。そうなんだよ。そ全くれ、あるあるかもしれん、それ。ね猫あるあるや。え。にゃんこ、でも可愛いからあげたくなっちゃうんだけどね。あげたくなっちゃう。うん。甘やかしたくもなっちゃうけど、それがでも回り回って、ためになってないんだよな。ダメだよ。ダメだよ。気をつけないと。ちょうどうちのスパニャが、スパニャ。ちょうど手術をしたんですよ。尿道結石おー。とかあったんで、はいはいはいまあ食事とかもやっぱね、影響したっぽいから、やっぱ気をつけないと。太ってはいないんだけど、うんうんうん。なかなかでも内臓脂肪とかやれたからね、内臓脂肪ね、難しいよね。これどうしたらええねんっていう。そう、猫って結構繊細だからね。そうなんか動く猫と動かない猫でも変わるらしくて、うん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 。そこでね、違いも出るっぽいから、難しいっすよね。実家にいる動かない猫はね、うんすごい、もうね、食が大変よ。難しい。でもウェットフード絶対あげた方がいいっすよ。ウェットね。言うよね、混ぜた方がいいって。うちカリカリしか食わなかったんですけど、うんうん。ウェットだけ食ってるにゃんこは欠席になんないらしいですよ、ほぼ。
そうなの？カリカリだけ食べてるとなりやすいらしいです。だそうですよ。水分足んなくて。だそうですよ、皆さん。これ食べさせるべきです、これ。豆知識。聞きました？医者が言ってたからこれガチです。やっぱ水って大事なんだね。水一応 300g ぐらい飲まなきゃいけないらしくて、本当は。やばいな、僕たち1日2リットル飲めとか言われてますけど、そういう感じか、じゃあ。そう200か300とからしいですよ。ペットフードにしよう。何の話してんですかね、俺ら。猫のまあいい5周年おめでとうございます。一応じゃあみんなに聞いてるやつを俺に最初に絡んだ時の印象を教えてください。でも印象やっぱね、歌うまいやつ来たなっていう。歌うまいやつ、歌うまくて同類が来たなっていう気持ちがやっぱ強いですね、僕たちは。初めて感じるそれか。そう、うわ同類だーって思って。でも他いるんすか？最近増えましたよ。最近来たんか。EN とかも。EN か。そうジャパンはいないのか、じゃあ。そうで、ジャパンに機会はいないっすね。いたらどうしよう。いや、いないはず。いないですよね。多分コメントの人はみんなわかるだけど、いないか。いない。じゃあ結構レアなんだ。そう。レアですよ。シンパシーあるっすね、確かに。そういう意味で。いや、本当に。ロボとアンドロイドとマリオネット。マリオネットはでも、機械かな。どうなんだ。いやでも一応セシは家のセシリアちゃんって子なんですけど、そうオートマタで、なるほど歯車とかだから、そうじゃあ一応ね、古代兵器とかもいるしプルトン強い怖いね、空白の歴史作られるな、発動したら。そう危ないっすね。僕たちはレアですよ。だからこっち系が来たと思ってびっくりしましたね。確かにあんまりいないですからね。でもそういう意味でなんか先にロボコさんいたんで、安心感ありますけどね。なんかやっちゃって壊しちゃっても許されるかなみたいな。大丈夫。ポンコツなだけだから。ポンコツもなんかロボイコールポンコツみたいな風潮、もしかしてロボコさんが作ったんですか？いや、そんな僕はもうポンコツなんて使えませんよ、僕は。そうでしたっけ？あれハイスペックですからね。そうか。何言ってんのか全然わかんない。でも使っていいよ、ポンコツは。でもポンコツじゃなかったら猫張らないんだよな、猫の子は。いや何言ってんすか、リカさんポンでしょ、だって。俺は基本的にポンですけどね。っすよね。大体取材とか来るとポンエピソードを教えてくださいから入るですからね。ありません？僕はちょっと一旦聞かなかったことにしようかな。絶対言われるでしょ。でもいや、結構言われますね。言われるっすよね。そうでも聞かれてすぐにパッと言えるかっていうと、もうそんなことよりもただ単に日常で出ちゃうものだから、いちいち覚えてらんないですね。狙ってないからね。そんなん知らないよね。いちいち覚えてらんないですね、そんなポンなんて。そもそもみんなが勝手にポンって言ってるだけで、それはもしかしたら高性能かもしれないから。そう、僕は高性能なんだけどな。ちょっと認めてないですね、基本ね。周りがポンにしたがるんですよね、僕の場合は。じゃあみんな分かってないだけですね。そう。基本は。一家さんはポンです。なんでそこで突き放すんですか？ちゃんとコメントにポンって書いてあるから。いや。でもさっきポンアワード受賞って書いてありましたよ。ナンバーワンポン受賞。あれおかしいな。黙れコメント。いやもう受賞してたら黙ってもバレてるんですよね。この不名誉な王冠。不名誉だな。でも大体言われるんだな、じゃあ今後も。そうですね。ロボ系はポンだと。いや、ロボはポンになりえます。ちょっと見せますか、そろそろ高性能なとこね。高性能なとこ見せていきましょう。6周年目期待してますよ。6周年目頑張ります。ありがとうございます。忙しいのに来ていただき。いやこちらこそ呼んでくれてありがとう。またぜひいろいろ遊びましょう。遊ぼう。はい。にゃららら、お疲れ様です。それではまた。はい。ロボコ先輩が来てくださいました。よいしょ。めっちゃ心配してくださるんですよね。本当に。ありがたい。やっぱ、ロボ仲間は偉大ですね。しかも超先輩だからな。なんなら。子さん
もう最高さなんですよね。めっちゃだから尊敬する、愛すべきロボ仲間ですね。ゼロ規制だもんね。やばいよね。お、